ご視聴ありがとうございます。ここは中国地方最大の駅、広島駅です。山陽新幹線の主要駅で、のぞみ号をはじめとしたすべての列車が止まる駅の一つです。乗車人員は中国四国地方で1位、JR 西日本では大阪の鶴橋駅に次いで7位と、大阪都市圏以外では最も利用者数が多いです。また、運輸取扱収入では新大阪駅に次いで2位であるなど、JR 西日本でも重要な位置を占めています。2017年11月、新幹線改札内のリニューアル工事がスタート。2019年11月に新幹線改札内に新しい待合室やお店がオープンしました。その後は内部の仕上げをきれいにする工事や空調の増設を行い、2019年度末にリニューアルが完了しています。柱には広島名物の広告があるほか、上の方には地域の特色を出した模様もあります。そして今回ご紹介するのが、この広島駅で進むさらに大きな改良工事です。乗り換え改札を経由して改札の外に出ます。在来線のコンコースがこちら。線路の上にあるので開放感抜群です。右手に新幹線改札口もあり、2つの改札は切符売り場などを挟んで隣にあります。 3D で見るとこんな感じ。1階に在来線乗り場、2階にコンコース、3階に新幹線乗り場、新幹線乗り場の上には駐車場があります。そしてこの左側にはクレーン車が映っており、建物の建設工事が進んでいます。改札を出て右、駅の南側へ進むと、ガラスの隙間から建設中の建物が見えます。広島駅には1965年に完成した駅舎や跨線橋の老朽化といった課題がありました。2017年には在来線の線路の上に駅舎が完成し、それまでの地下道に代わる南北自由通路もできて利便性が上がりました。合わせてショッピングセンターが部分開業し、2019年までに全面開業しています。さらに2020年4月には老朽化した駅ビルの建て替え工事が始まりました。新しい駅ビルは元の駅ビルよりも南北に厚みがあるため、広島市による南口広場の再整備が並行して行われます。一般車降車場と駐車場、タクシー乗り場が閉鎖され、バス乗り場も縮小されるなど、駅前の利用形態が大きく変わっています。工事期間中は駅の北側、通称新幹線口と呼ばれるエリアのタクシー乗り場や駐車場を利用するよう勧められていますが、広島市内の中心部に便利なのは圧倒的に南口なので、工事期間中の影響は大きいです。そしてこの駅ビルの大きな特徴が、2階に路面電車が乗り入れることです。広島市内の交通の一翼を担うのが広島電鉄、略して広電。広電の広島駅は駅の南側にあり、たくさんの系統が発着しています。広島市の古くからの市街地は南西の八丁堀や神谷町のあたりで、広島駅とそれらを結ぶ広電は一日中混雑しています。定員が多い新型車両を導入し、少ない本数でたくさんの乗客を運べるようにするとともに、 IC カードの場合は全てのドアから乗り降りできるようにして乗降時間を短縮。それでも混雑はひどく、車両が数珠つなぎになる光景が頻繁に見られ、改善が求められていました。そのため、広電のメインルートを駅前大橋経由に切り替えて距離を短くし、同時に駅ビルの2階に乗り付けることで、道路との平面交差を減らすことになりました。日本では、2023年8月に栃木県の宇都宮市でライトラインが開業しています。路面電車がなかった都市に新たに開業するのは75年ぶりだけあって、立体交差を活用して道路との平面交差を減らすなど、それまでの路面電車とは全く異なる仕組みがあります。なお、ライトラインの車両はすべて3両編成で、IC カードの場合はすべてのドアから乗り降りできる信用乗車方式が全面採用されています。一方、駅ビルに直で乗り付けるのはライトラインですら見られないだけに、広電の施策はかなり思い切っています。しかもこれ、広電の乗り場の上は吹き抜けになっており、南側のガラス窓から光がババーンと差し込んできます。ビルの中とは思えない斬新な構造で、
テンションがバンバン上がります。 JR と広電の乗り場の移動距離は現在およそ140メートル、移動時間は144秒なのに対し、改良後はおよそ78メートル、移動時間は70秒と半分未満に減ります。上下移動もなくなるため、慣れない人でも安心です。広電の今のルートのうち、的場町停留場から広島駅までは廃止されるものの、それ以外は残されます。的場町では軌道を付け替えて残ったルートだけを直で運行できるようにし、他の区間と合わせて環状ルートを整備します。軌道の付け替えによってルートが短縮されるため、広島駅から稲荷町までは従来6分半かかっていたのが2分半に、広島駅から肘山下までは従来9分だったのが4分半へと半分未満になります。駅ビルは周辺のビルとペデストリアンデッキで接続され、利便性と回遊性が上がります。 JR と広電という鉄道事業者だけでなく、駅前広場などの大改造を通じて行政をも関わる工事の今と未来を追いかけます。ここから先、南北自由通路を出て駅の南に進み、バスターミナルを見てから広電の乗り場に向かい、一旦地下に入ります。それから広島駅を離れ、広電の軌道切り替え工事の様子を見ていきます。改札を出て少し歩くと、工事用の囲いなどが視界に入ります。この真上は駅ビルの工事中で、自由通路は一旦地上に降ります。通路も狭く、エスカレーターはいつも混んでいます。天井が低くなり、物々しい鉄骨が存在感を増します。これが将来広電の列車が発着することになる部分を支える鉄骨です。この右にあるのがバスターミナル。これは元からあるのではなく、一連の工事で整備されたものが部分的に完成したものです。バスターミナルのより駅に近い位置に移され、今年6月から供用が始まっています。映像では奥にあるのが、それまでバスターミナルがあった場所です。ちなみにバスターミナルの横にはコインロッカーがあります。メインの動線とはちょっと離れるものの、土曜の10時はほぼいっぱいです。ターミナルの真ん中の島はまだ工事中です。今は完成形ではなく、駅ビルの西側は丸ごとバスターミナルになり、全部で22の乗り場ができる予定です。あれは真ん中ではなく、乗り場ができる島の一つというわけです。新しい駅ビルの端に到着です。まだ工事が終わっていないからなのか、ビルの外側の仕上げは簡素な状態です。ペデストリアンデッキと地上を結ぶ階段はおおむね出来上がっています。新しい駅ビルの西隣にあるこの建物は2022年に完成したビルです。かつてここには郵便局などがあり、今は店舗やオフィスからなる複合ビルになっています。駅ビルの工事が終わればペデストリアンデッキで直接つながるため、とても便利になりそうです。バスターミナルを経由して元来たルートを戻り、広電の乗り場に向かいます。バスターミナルの隣には綺麗なガラス壁が並び、ここに商業施設か何かができそうな感じです。さらに先の仮囲いの内側では駅ビルの建設工事が続いています。足元のタイルも仮囲いの横で途切れてアスファルトになっています。綺麗なバスターミナルと完成間近な区画、そして仮囲いでガードされた工事区画が隣り合う工事期間真っ只中の光景です。南北自由通路で1階に降り、右に曲がるとバスターミナル、直進すると駅の南側の地下広場に続きます。広電の広島駅に行くには、この右横を進み、奥に行く必要があります。頭上の鉄骨が途切れたところに、唐突に現れる乗り場。とはいえ、ホームはこれだけではありません。今の広電の広島駅には、1号と2号、5号と6号の4系統が発着しています。このうち5号系統はすぐに他の系統と分かれ、市内の中心部に行くのはそれ以外の3つの系統です。JR の駅に一番近いのは5号系統の乗り場で、需要が大きい3つの系統の乗り場が JR の駅からさらに離れた場所にあります。乗り場の全体像がこちらです。乗車用ホームがこの2カ所で、それ以外が降車用です。
5号系統の乗り場では、到着して左側のドアを開け、乗客を降ろしてから逆側のドアを開け、折り返しの乗客を乗せられます。一方126号系統の乗り場には、乗車用ホームしかありません。そのため一旦この2箇所のどちらかに入って乗客を降ろし、折り返してから乗車用ホームに乗り付けるという動きが必要です。ポイントが切り替わったため、前の列車が動き出すかどうかのタイミングで後ろの列車がホームに入っていきます。隣の線路には折り返し列車がいるので、早く線路を開けないといけないです。なお、あの場所には降車用ホームがないので、停車中に乗客を降ろすことはできないです。限られた敷地に軌道を収めつつ、複数の系統を効率よく発着させる苦労がうかがえます。私が訪れた土曜日は観光需要が高く、日中も列車がバンバン運行されています。乗り場が前後にあるため、このような光景も見られます。後続の5号系統の列車が先にドアを閉めて動き出し、前の列車の後ろにぴったりくっついて動きます。乗車用ホームでは係員が乗客を誘導していますが、乗り場が分からずに孫つく乗客も多く、車両によって並び方も違うので、誘導が大変そうです。また、フリー切符などが買える案内所はあの乗り場の横にあり、行列の脇を進む必要があります。この乗り場の一番先まで人が進まないため、混雑が悪化しがちです。この乗り場の一番先まで人が進まないため、混雑が悪化しがちです。広電の車両は定員が最大151人で、国内の路面電車では最大級の輸送力を誇ります。それが広島駅の構造のためにフルに生かされないのはだいぶもったいない話です。また、駅のすぐ先には大通りがあり、赤信号の時間も結構長いです。この先の道路も同様で、所要時間が伸びる要因になっているだけに、改良による所要時間短縮が期待されています。改良後の広電の乗り場では、ホームをおおむね横並びにして分かりやすくするとともに、広島駅の南側にある道路を立体交差で乗り越えることで、車の影響を受ける場所を減らす計画です。広電の乗車用ホームから軌道を挟んで南側からは、駅から飛び出る橋桁が見えます。軌道新設工事の進み具合も気になりますが、一旦地下に入ります。序盤で触れた通り、工事が進んでいるのは地上だけではありません。階段を降りた場所には地下広場や地下通路の平面図があります。今の南北自由通路ができる前は地下道があり、それが南北をつなぐ役目を担っていました。駅の大改造に伴い、その通路でも工事が行われています。駅ビルの真下のあたりでは床の仕上げは綺麗ですが、天井の仕上げはまだありません。通路の左右には何もなく、コンビニとかのお店ができそうな感じです。そしてこの奥にあるのが JR の地下道南口改札です。2020年9月に始まった駅ビルの建て替え工事に伴い、閉鎖された改札がリニューアルされ、2023年1月に使用が始まっています。自動改札機が7台あり、うち1台は車椅子対応です。なお、改札機はすべて IC カード専用で、改札の外には券売機はなく、チャージができる機械もありません。IC カードの残額が足りない場合、最初に通った2階の自由通路のところの改札まで行く必要があります。駅ビルが工事中ということもあり、結構遠回りです。地上に戻って広電の工事現場を見る前に、こちらをどうぞ。地下通路にある軌道の移設イメージ図です。広島駅の新幹線口から始まり、駅ビルの2階の広電乗り場もしっかり表現されています。駅の南側の道路を乗り越えてから地上に降りるところなども描かれ、全体像がわかりやすいです。稲荷町の交差点の上にはリングがあり、これで架線などを吊ることで美観に配慮するのでしょうか。地上に戻ります。道路をまたぐこの橋桁は6月16日の夜から翌朝未明に設置されたものです。長さおよそ43メートル、重さおよそ250トンあり、およそ90人の作業員や誘導員が動員されたそうです。まさしく工事の山場で乗り入れムードが盛り上がります。
新設されるおよそ 1.1 キロのうち、高架橋はおよそ300メートル。駅前交差点の南側は盛り土構造で、両側を支える壁が構築中です。その先で再び高架橋になり、駅前大橋を渡りながら高さを下げ、道路に並びます。この橋は歩道も含めて幅50メートル、最大11車線あり、広島県内では最多でした。そのうち中央部を撤去し、広島駅につながる高架橋を作る工事が進んでいます。最初から駅前大橋に線路を敷かなかったのは、この橋ができたのが広電の開業より後だったからです。終戦間もない頃の空中写真がこちら。駅前大橋の前後の大通りは影も形もなく、広島駅の南側には今より小さな建物が立ち並んでいます。広電が広島駅に乗り入れたのは1912年、大正元年なのに対し、駅前大橋ができたのはそれから40年以上後、1956年のことです。ちなみに橋の北西側にあるのが、1999年に竣工した商業施設、ALL 館です。1981年に立案された市街地再開発事業の一環で作られたもので、この事業では全部で3つのブロックの再開発が行われています。原爆による被害からいち早く復興した地域でしたが、戦後復興の際に建設された木造家屋が密集し、都市機能の向上の妨げになっていました。広島市の中心部である神谷町や八丁堀といった地区で土地の高度利用が進んでいたのとは対照的で、こうした状況を改善するために再開発が決まりました。駅前通りを挟んで東側にある商業施設、ビッグフロント広島は2016年にオープン。その後ろにあるグランクロスタワー広島は2017年にオープンしており、結構最近までかかっています。駅ビルの建て替えは、広島駅周辺の改良工事の集大成とも言えるものです。駅前大橋の南側にある横断歩道を渡ると、路盤に埋まったレールが、ここから南ではレールの敷設が済んでいるのです。車線を減らしたところに軌道を敷けば良い区間では工事が先行しており、架線を支える柱もあります。ここから300メートルほど南にあるのが稲荷町停留場です。新しいホームの土台は出来上がっています。このホームは結構長く、全長30メートルの連接車が2本並んで停車できそうな感じです。広電に限らず、ホームの長さが足りないせいで後続列車がホームに入れず、タイムロスにつながることがあります。幅の広い道路に新設する停留場ということで、かなり豪華な施設になりそうです。そして今のルートと新設されるルートの交差部分はすでに出来上がっています。軌道は全部複線なのに加え、全ての軌道がカーブしているため複雑な形状をしています。設計や施工に高い精度が求められる上、使用開始後の保守も大変になるので、関係者の苦労が忍ばれます。なお、計画段階では広島駅と的場町方面をつなぐ軌道を設けることも検討されました。ただしその場合、他の軌道との干渉を避けるため、軌道が交差点の中心から遠いところにできます。そして横断歩道も交差点から遠くに移動させる必要があります。交差点の面積が広がることで、車などが交差点内にいるうちに信号が変わってしまい、事故のリスクが高まるとして、この案は見送られています。交差点をさらに南へ進みます。松川町交差点で、軌道は駅前通りから外れます。ここにできる停留場は、駅前通りの右折車線を減らさないようにするためか、稲荷町とは違ってホームが交差点の先にあります。片側2車線だった道路は軌道を通すために車線が減らされ、片側1車線になっています。稲荷町の交差部分が出来上がっているのに対し、5号系統と合流するところは舗装が改修されているだけで、まだ出来上がっていないです。経路の変更によって大きく変わる停留場の一つ、的場町に到着です。今は右奥の広島駅方面から軌道が分岐していますが、環状ルートの新設のため、左奥からの軌道に付け替えられ、分岐はなくなります。画面の右側、すぐ北側にかかる工人橋は、1912年に開通した橋です。
当時は木造単線の電車専用の橋で、1939年に鉄筋コンクリート製の橋になり、鉄道と道路の併用橋になっています。この裏にはポイントを切り替えるための器具があります。ポイントを道路に埋める必要があるので、操作するための器具が離れた場所にあるのです。荒神橋は県道164号と37号が重複している区間で、この交差点は市内でも有数の渋滞スポットです。分岐がなくなり、列車の本数も減れば渋滞の緩和につながりそうです。ちなみにこの後ろにあるお好み焼き屋さんのお好み焼きが超絶美味しく、注文してから焼くので10分から15分ほどかかり、その間に路面電車を見物することもできます。少し歩いて円光橋町停留場に到着です。一連の工事で廃止されるのはこの停留場だけです。もともと広島駅に近いため利用客がそれほど多くなく、道路の幅も十分でないため安全地帯も狭いなど安全性が低い停留場でした。そして一連の工事は大きな節目を迎えようとしています。9月27日、広島駅の新しい駅ビルに入る商業施設みなもあが来年3月24日に開業することが発表されました。185のお店が入り、中国四国地方や広島県など地域初出店のお店は65店舗あります。館内にできるホテルも同じ日に開業し、広めの客室を備えて国内外から宿泊客を呼び込む戦略です。一方、広電の新駅ビルへの乗り入れはそれには間に合わないことが決まっています。これは南口の工事の調整に想定以上の時間を要したのが一番の理由です。動画でも見てきた通り、5号系統との接続部分や的場町の軌道の切り替え部分の工事も済んでいないです。工事後の試運転などを考えると、乗り入れ開始は2025年の夏頃になると見込まれています。そんな中、新駅ビルの開業を盛り上げるべく、思い切ったキャンペーンも行われています。JR と広電、広島市の3社が共同で、9月からデザインを入れ替えた車両を運行しています。広電では、同社が運行するグリーンムーバーマックスのうち1編成を JR の227系、通称レッドウィングのデザインにして走らせています。もともとあったグリーンムーバーマックスのロゴは消され、レッドウィングのロゴがバッチリ入っています。また、座席のモケットの一部も実際にレッドウィングで使われているのと同じものになっているほか、一般の広告は外され、レッドウィングが運行されている路線の歴史などを記した特別仕様になっているなど、車内外にこだわりが満載です。JR もグリーンムーバーマックスのデザインにした227系を運行しているほか、駅の改札の横にあるモニターでは新しい駅ビルや広電の乗り入れを PR しています。街が大きく変わる節目がすぐそこに迫っています。ご視聴ありがとうございました。